皆さんこんにちは。犬と私と北欧暮らしの夏子です。スーパーから帰ってきました。イエーイ前回の動画見ていただいた方多いかなと思うんですが、今回は実際にスーパーで買ってきた商品を全部紹介するっていう動画を作りたいと思います。では一つずつちょっと紹介しようかなと思っているので、皆さんが普段買う商品の値段とか買う種類とかと比較しながら、これそんなするんだとか、そんなにそれ安いんだみたいな感じでコメント欄に皆さんの感想を書いてくださると、私もすごく楽しいし勉強にもなるし、次の動画に活かせるかなと思うのでよろしくお願いします。では早速始めていきます。じゃあどれから始めようかな。ちなみにレシートはこんな感じの長さになってます。じゃん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 。合計が1118クローナになりました。2、3年前とかだと同じさ1000クローナとか1100クローナ買ったらもっとこの3割4割増し、もしくは 50% ぐらいもっと買えたような気がするので、どの商品もすごく高くなって、多分物価で言うと食品が2年前とかと比べると多分 2,30% は上がってるから、相当なんか量的に少ないなってまず思いました。じゃあまずはちょっと冷凍しなきゃいけないものから紹介するんですけど、1つ目じゃん、すり身。これは日本のカニカマでございます。これはよく私サラダとかに入れて大根と一緒に食べたりするんですけど、今回大根がなかったからさ、でもまあすり身はさ何に入れても美味しいかなと思って買いました。で今回は冷凍コーナーからあんまり買わなかったけど、よく私たち冷凍コーナーからも食品を買っていて、特に野菜とかそのウォック野菜とか、あとブロッコリーとかそういう野菜もだし、チキンとかも大容量で買えるので、冷凍で食べたい時に解凍して食べるっていうことが多いから、次回もしスーパー動画するとしたらなんか冷凍コーナーにもっと特化した動画も作れるかなと思います。じゃあ次、ジュース買いました。ジュースはこれは、2リットルのジュースなんですけど、ジュースがさ結構高くて、自分たち的にはちょっと高級食材だと思ってるからたくさん買えないんですけど、今回買ったのが、すごく割引がされていて34クローナでした。でいろんな種類があって、私が好きなのはリンゴも好きだし、オレンジも好きだし、トロピカルも好きだし、何でも大体美味しいんですけど、このブラボーっていうメーカーが一番なんかスタンダードで美味しいかなと思います。これは何リットルだ？これは 1.75 リットルの牛乳です。牛乳はヨハンが食事の時に飲むのと料理にも使えるので、だいたい2本かな、もしくは3本買うこともあります。どうだろう、日本の牛乳もう最近高くなったかなと思うけど、 1.75 リットルで 31.5 クローナだから、そこまで高くないかな。どうなんですかね。ちなみにスウェーデンでは牛乳の種類たくさんあって、こちらは普通の牛乳なんですけど、脂肪分が 1.5% っていう感じで 3% だったり 0.5% だったり、これはいろんなのから選べるっていう感じです。じゃあ次は、私たちはよくクリームを料理に使ったりもするので、今回はシチューとあとスープ作るのにちょっと多めに買ってみたのがこちらです。これが調理用の生ミルクで、こちらがベーキング用の生クリームにはなってるんですけど、これもよくそのまま調理用としても使えるし、次週ちょっとセムラ作ろうかなと思ってるので、それ用に買ってみました。同じ乳製品コーナーからゲットしてきた商品が、次はこちら。すごい1キロのマーガリンを購入してきました。ベーキング用にも使えるんだけど、私たちはよく料理でもバターとかマーガリン使うので、これを購入してて、これの値段が1キロで 35.95 クロナだから、これは多分日本に比べて安いのかなって個人的には思っています。で同じくベーキング用のところに冷蔵庫に入ってたこちらのイースト菌なんですけど、これが今回の買い物で多分一番安くて、こちら1かけらが 3.8 クローナです。
よくその乾燥したパウダー状のやつも売ってあるし、それも使いやすいんですけど、これを見かけた時はこっちの方が美味しいかなってなんとなく思ってるので、今回はこれをゲットしました。で、そうだね、ベーキング関係でもう一つ買ったのがじゃじゃん、アーモンド買いました。でスイートアーモンドがこちら1袋 200g で 34.95 クロナです。ちなみにヨハンはあんこも大好きなんですけど、これを湯がいて砂糖と一緒にさ、こうミキサーでかけてペースト状にするとちょっとあんこみたいな味がするので、皆さんにもぜひおすすめです。はい、ではここからちょっとお肉も紹介していくんですが、今ねパッと見た感じ、今回豚しか買ってないってことにちょっと気づいちゃったんですけど、じゃん、1つ目がこれ多分豚バラかなって私は思って買ったんですけど、この皮がついてる豚バラを購入してきました。これはちょっとこれから取る1週間の食卓で出てくるはずなんですけど、チャーシューにしようかなと思っています。で2つ目買ったやつで、これもすごい日本だとこんな売られ方してるかわからないけど、スウェーデンではよくあるあるのちょっと密封された感じのビニール袋に入ってるお肉の塊を買ってきました。フィレになる部分なので、よく私たちは切ってとんかつっぽく揚げたりもするし、ステーキみたいな感じでしたりもよくします。で今回はヨハンはこれでシチューを作ってくれるそうなので、ちょっと楽しみです。皆さんはこんな塊のお肉買ったりしますか？日本みたいに細切りとか薄く切られたロース肉みたいなのもないから、もしそういう薄切りのお肉が欲しいってなったら自分たちで切る戦法で私たちは、乗り越えています。で次買ってきたのがじゃじゃん、こちらもスウェーデン産の豚バラ肉なんですけど、これはそのままベーコンのすごい分厚いやつみたいな感じで塩気が効いてて、フライパンで焼いてポテトとかあとリンゴンベリージャムとかにつけて食べるみたいなやつになります。で今回はたまたま豚が多かったんですけど、チキン買うとしたらよく冷凍で買っていて、牛肉は特売日みたいなちょっと安くなってる時に買って多めに買って冷凍してっていうことが多いので、食べるのは1ヶ月に1回食べるか食べないかみたいなことで豚肉を食べることが私たちは多いです。じゃあ次は冷蔵コーナーから買ってきたこのチーズなんですけど、これは 1kg と 31g 入ってる地元の明らかに美味しそうなチーズなんですけど、これがねたまたま安くなってたので今回買いました。1kg79 クローナで売られていたので、今回のこちら 1kg と 31g だと 81.45 クローナだから81クローナでした。結構安くないですか？パンの上に乗せて食べるとすごく美味しいので、朝ごはん用のチーズとしてこれを買って、で、料理用のチーズはまた違う三角じゃなくて丸くなってる円柱型のチーズがあって、これはよくパンの上に乗せて食べる用のチーズとして買っています。では次は卵を紹介します。今回買った卵が、スウェーデン産で12個入りで 44.95 クロナだったんですけど、割引が入ってこちら、12個入りで29クロナで売ってありました。だから多分普通の卵より安めなんだけど、よく買う卵だと1つやっぱり3クローナ以上はしちゃう、だいたい50円前後するイメージがあります。そしてスウェーデンの卵は生で食べられるし、日本の卵ぐらいクオリティはいいんですけど、美味しさで言うと日本の卵の方がもっと味がしっかりしていて、生卵として食べてもすごく美味しいっていう感じで、スウェーデンの卵もフレッシュではあるけど味はあんまりしないかなって私は個人的に思っちゃいます。じゃあここから野菜コーナー入りたいんですけど、じゃあ目の前にあるこちらのポテトからじゃじゃん。これはたまたまもう
袋に入ってて2キロって書いてあるけど、キロ単位で売られてるやつをもうガガガガガってその欲しいだけ入れて買うっていう方法もあるので、そっちの方が結構安かったりします。こちらが2キロで40クローナでした。1キロ20クローナ、日本円でいうと280円くらいかなと思います。で次にちょっと私初めてスウェーデンで初めて見て買いたいと思って買ったのがキャッサバの根っこってやつを買ってみました。なんかその写真では山芋みたいな感じで食べられるかなと思ったけど、一回ちょっとカットしてみて、生では多分食べられないかもしれないから、スティーマーに入れて食べることができたらいいなと思っています。美味しいかどうか、試すのが楽しみです。で同じ感じで全部野菜は基本的に袋に入っていなければグラム売り、70グラムだったから、だいたい6クローナです。そして次は66グラムのガーリックを買ってきて11クローナでした。次はバナナ。じゃん。今回は多分フェアトレードとか、あとエコオーガニック系しかなかったんだけど、だいたい1キロ単位で30クローナぐらいするかなと思います。これだとね600グラムだったから、この4本で20クローナです。どうだろう、日本のバナナと比べたら高いですかね。で次にこれはこのスーパー売ってあるんだと嬉しくなった商品がじゃん、しめじ売ってました。なんか日本のしめじのパッケージにすごい似てるし、キャラクター書いてあるからすごいなんか日本っぽいなと思ったんだけど、このブナしめじが22クローナでした。昔はもっと高かった気がするから、もしかしたらそのキノコの需要が増えてこれは安くなってるのかなっていう印象があります。日本のキノコいくらぐらいだろう。なんかもし日本のしめじ、ブナしめじの 150g が22クローナより上か下か、もし分かる方がいたらコメント欄で教えてください。で今回もうカットされてるマッシュルームっていうのも買ってみました。スライスされたマッシュルーム、これを2つ買ってます。で次スウェーデンの家庭だと絶対あるジャムなんですけど、これはお料理のお肉料理と合わせて食べるリンゴンベリージャムというジャムになっています。私たちも今回ちょっとねスウェーデンの家庭料理を考えているから、このリンゴンジャム必要だねっていうことでリンゴンジャム買ってきました。どんどん終わりに近づいてきました。ということで次はちょっと私たちが悲鳴を上げているコーヒーなんですけど、こちらのコーヒーすごくスタンダードで美味しいブランドではあるんですけど、もう昔は30クローナ台で買えてたけど、もう最近は60、70クローナぐらいかかる。やっぱ今回買ったこのコーヒーも69クローナなので、昔と比べると2倍ぐらいはしてるような気がします。でもコーヒーね、自分の家で入れたものが一番美味しいので、必ずこれも家にストックがあるっていう状況です。で次はねティー。今回ティー2種類買ってきたんだけど、じゃん、日本でも多分同じやつが売ってるかもしれない、この2つのブランドから紅茶買ってきました。めっちゃいい匂い。ヨハンがカシスが大好きだからカシスティーを1つ買ってきてて、20個このピラミッド型のティーバッグが入ってて 27.5 クローナです。多分日本の紅茶と同じぐらいですかね。で次がこのイングリッシュブレックファーストティー。これも本当にうちでは必ずある紅茶になるんですけど、スウェーデンの紅茶もめちゃくちゃ美味しくて、なんかねベリー系とか柑橘系とかトロピカル系とかも本当になんかフレーバーがすごいので、もし皆さんからリクエストがあればティーコーナーでおすすめのティーとかもいろいろ将来的にはご紹介できたら嬉しいなと思っています。じゃあ次に今回ここのスーパーで初めて買ったうどん、だいたい 3,4 人前のうどんで書いてあるんだけど 250g で34クローナです。
だから日本のやつより多分ね美味しくないし高めではあるんですけど、でもたまにやっぱりうどんも食べたくなるから、はい、必需品です。じゃあ次はじゃじゃん。はい、で今回買ってきたこれはね国産の小麦粉なんですけど、これ2キロ入って 18.5 クロナです。なんか自分的には小麦粉はスウェーデン安いかなって思っています。やっぱり料理にも使うし、ベーキングする時にも使うし、すごい小麦粉を消費する量が多いので、だいたいこの2キロパックで買って、はい、必要になったらもう一回買い足すみたいな感じです。で次が今回ちょっとハニー買いたくて買ったんですけど、これちょっと高かったかな。蜂蜜もよく家には必ずストックしてあって、そういろんなところにこうかけて食べると美味しかったりするので、私は蜂蜜がすごい好きでいつも買っています。今回買ったのはこのプライベートブランド、コープっていうスーパーのプライベートブランドのさらにエコロジカルな蜂蜜っていう感じだったので、ちょっとだけお値段高い気がするんですけど、だいたいでもやっぱり60クロナぐらいするかな、蜂蜜だとね。なので大切に食べたいと思います。じゃあもうほぼ最後かな。ということで最後の最後パンを紹介して終わりたいと思います。じゃあ1つ目のパン、じゃん。はい、この私たちが大好きな丸くなってる分厚いパンなんですけど、この上にバターをのせて、あとチーズのせて、きゅうりとかパプリカとかハムとかなんかいろんなものをのせてオープンサンドイッチとして食べるっていうのがいわゆるスウェーデンのサンドイッチの食べ方になります。重さで言うと 900g あるんですけど、多分食パンと比べるともっとずっしりしてて甘くて食べ応えがあってもちもちしてすごく美味しいので、もし皆さんがスウェーデンに遊びに来られた時には絶対食べてほしい私たちのおすすめのパンになります。でじゃん、次はこれはねミニバゲットって書いてあるんだけど、そのスーパーのところで焼かれたフレッシュなパンコーナーに置いてあったから、ちょっと買ってみようかなと思って今回初めて買ったんですけど、明日の朝ごはんにこう切ってハムとチーズと一緒に食べたいなと思っています。でパン最後なんですけど、このバゲット日本でも売ってあるかな、オーブンに入れて温めて食べてくださいっていうほぼ完成してるタイプの天然酵母のバゲットも一つ買っています。これよく私たちはスープとか作る時とかにこう切ったりして食べる、だから夜ご飯としてもよくバゲットとか食べるんですけど、今回もそんな感じで夜ご飯として、とある日に料理して食べようかなというふうに思ってます。で多分これが最後の最後になるんですけど、じゃん、料理用の赤ワイン買いました。これは250g 入っててアルコール度数が 2.2 だから全然高くないんだけど、料理用の赤ワインで値段が34クローナでした。これもねあんまり大きすぎると使えないから、これぐらいだと冷蔵庫にも入るし、そう使いやすいサイズかなと思います。ということで一つ一つ買ってきた商品を紹介してみたんですが、いかがでしたでしょうか。なんか実際に一個一個紹介して、ここら辺の商品ってスウェーデンの方が安いなっていうのがもしあったら教えてほしいし、前回のスーパー動画ですごい自分がびっくりしたのが、トイレットペーパーを買った時に日本のトイレットペーパーの値段と比べてこっちの値段が3倍ぐらいして、それをコメントで教えてもらってすごくびっくり驚きだったので、今回ももしかしたらこれは安いこれが高いっていうのがはっきり何か分かったら面白いなというふうに思っています。ということで今週も最後までご覧くださりありがとうございました。また来週皆さんとお会いできるのを楽しみにしています。ヘイドー。You should poop, Brian.